と飼い主の間には揺るぎない絆が芽生えます。犬の絶対的な愛と忠誠心は飼い主が亡き後も続き、その感動のエピソードに心打たれる人も多いのではないでしょうか。ペルーの浜辺でずっと海を見続けている犬がいました。海水浴で浜辺を訪れた女性は、首に黄色いスカーフが巻かれていたその犬としばらく遊んでいたのですが、飼い主が現れる気配はありませんでした。捨て犬ならば自分が飼おうと、女性は近くを通りかかった地元の人にこの犬について聞いてみたところ、犬は地元で有名な犬だったことが分かりました。ある日のこと、ペルー在住のジョシー・メヒアさんは家族と一緒にプンタネグラの海水浴場を訪れました。そこで浜辺に座って海を見つめている犬を発見しました。犬は首に黄色いスカーフを巻いていて、毛並みの状態も良かったので、最初は誰かの飼い犬だろうと思いました。自宅でも犬を飼っていて、犬好きのジョシーさんは犬に近づくと犬は逃げる様子もなく、体を撫でさせてくれました。犬はジョシーさんに撫でられている間もずっと海を見つめていました。周りに飼い主らしき人の姿はありませんでしたが、きっと飼い主は戻ってくるのだろうと思い、ジョシーさんはしばらく犬のそばにいました。ところが結局誰も犬を迎えに現れることはなかったのです。もしかして捨てられたのではと思ったジョシーさんと家族は、それならこの犬を引き取ろうという気持ちになりました。その時、通りかかった地元の人にこの犬について聞いてみることにしました。すると地元の人は犬のことを知っていて、一匹だけで浜辺にいる理由が明らかになりました。犬の名はバギート。飼い主は漁師で、1年ほど前のある日、ボートで海に出て、そのまま帰らぬ人となりました。バギートはそれ以来、毎日のように浜辺に来て海を見つめ、二度と戻らぬ飼い主の帰りを待っているのだといいます。ボートを見つけるたびに、今度こそ飼い主のボートだと思い、嬉しそうに尻尾を振って近づいていこうとするのだそうです。地元の人々はバギートのことをよく知っていて、飼い主が亡くなった後も餌をあげたり、獣医に連れて行ったりして世話をして可愛がっているようです。現在はすぐに海に行ける距離に住む女性が引き取っていて、バギートを自由に浜辺に行かせてあげているのだとか。ジョシーさんはこの話を聞いて涙しました。バギートが大切にされていることに安堵し、元飼い主に対する忠誠心と強い思いに感動しました。ジョシーさん一家がビーチから去る時にも、バギートはまだ海を静かに見つめていました。そんなバギートの姿をツイッターでシェアしたジョシーさんの投稿には、多くの人たちから犬の飼い主への忠誠心を称賛する声が寄せられています。まるでハチ公物語のハチのようなバギートですが、大切な飼い主さんがいつか戻ってくると信じているのですね。犬は本当に忠誠心が強いですね。
飼い主さんに対する計り知れない愛情が伝わります。忠実な犬の飼い主への愛は永遠に失われることはないようです。そんな出来事がブラジルでもありました。ブラジル・サンタカタリーナにあるラスカルドゾ病院。この病院の前にじっと佇む黒い犬がいます。名前はネガオ。ネガオは8ヶ月もの間、同じ場所で夜通し飼い主が出てくるのを待っているといいます。去年の暮れ、ネガオの飼い主であるホームレスの男性が感染症にかかり病院に運ばれてきました。ネガオは必死で飼い主を運ぶ救急車の後を追い病院まで走ってきました。そして飼い主を乗せたストレッチャーが救急車から運び出され病院内に入っていく様子をじっと見ていました。しかし不幸にもその男性は感染症により命を落としてしまいました。二度と飼い主が病院から出てくることはありませんが、ネガオはそんなことを知る由もないのです。それからずっとネガオは病院の前で飼い主が戻ってくるのを今か今かと待ち続けているのです。やがて1週間が過ぎ、1ヶ月が過ぎ、8ヶ月となりました。それでもネガオは最後に飼い主を見た場所から離れようとはしません。飼い主にもう一度会いたい。ネガオの願いはそれだけでした。ネガオは救急車が病院に来るたびに駆け寄っていき、飼い主が乗っているか確かめました。病院の前でじっと座り、夜になり救急車がやってくると駆け寄っていきます。病院のスタッフもそんなネガオの存在に気づき始めました。スタッフたちは亡くなった飼い主を待つネガオのことを不憫に思い、水や食べ物などを与えてシェルターに連絡を入れました。ネガオを引き取りたいと申し出てくれた家族もいました。ネガオは2回ほど引き取られましたが、その度に家を抜け出し、病院前に戻ってきました。そのけなげな姿を見た病院のスタッフは胸を打たれました。そしてついにこう考えるようになったのです。誰かに引き取ってもらい幸せになるよりも、ネガオの気の済むまで病院の前にいさせてあげようと考えたのです。病院の庭で暮らせるようにするために、ネガオには定期的に獣医の診断を受けてもらい、常に健康でいられる状態にしました。また散歩にも連れて行ってもらえるようにと、地元の動物愛護グループの助けを借り、ネガオの世話をすることに決めました。ネガオが去る決心がつくまで、ネガオは私たちと一緒にずっとここにいます。ネガオがここにいる限り、私たちは世話をしてたっぷりの愛情を与えたいと思っていますと病院のスタッフは話しています。多くのスタッフもネガオを家族の一員として迎え入れ、空き時間があればネガオと一緒に過ごしているそうです。ネガオの犬生は世界で一番大切な人を失うという計り知れない悲しみから始まってしまいましたが、最後にはその忠実な姿に胸を打たれた人たちから
多くの愛を受けることとなりました。人々の愛に支えながらも、ネガオが最初の飼い主のことを忘れることはないのでしょう。病院の公式犬となったネガオは、その後、病院で最初にネガオに気づき、世話した受付の人が正式の飼い主になり、病院で放し飼いされながら多くの人に愛されているそうです。新たな優しい飼い主に恵まれ、これまで通りみんなと過ごせるようになったネガオが、いつまでも幸せに暮らせますように願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。